皆様、こんにちは。日本人の心に深く刻まれた物語、忠臣蔵。今日ご紹介するのは、忠臣蔵の中でも特に人気のある名エピソードの一つ、赤垣源三、とっくりの別れです。赤垣源三は、世間からは主君の仇も打たず、昼間から酒を煽る落ちぶれた浪人と思われていました。しかし、その本当の胸中は、兄のいない部屋で兄の羽織に向かって酒を飲んだ男の優しくも切ない最後の別れのお話です。時は元65年12月、江戸の町は深々と降り積もる雪に覆われていた。赤穂浪士たちが吉良邸へ討ち入りを決行する、まさにその前日のことである。一人の男が雪を踏みしめ歩いていた。男の名は赤垣源三重方。かつては赤穂浅野家の家臣であったが、お家取り潰し以降、その姿は見る影もなかった。だがその姿を誰よりも悲しんでいたのが兄である塩山伊左衛門であった。源三にとって伊左衛門はただの兄ではない、父親代わりともいえる特別な存在だった。源三の脳裏に幼き日の記憶がよみがえる。それは二人がまだ幼かった日のことである。手習いをサボった源三たちは厳格な父の怒りを買い、暗い蔵の中に閉じ込められたことがあった。腹をすかせ心細さに泣き出す源三。そんな二人に屋敷のばあやが握り飯を差し入れてくれた。若様、内緒でございます。これをお食べください。空腹だった源三はその握り飯に飛びつこうとした。源三ならぬ、一緒に蔵に入れられていた兄伊左衛門が制した。兄は腹が鳴るのを耐えながら厳しい眼差しで弟を叱責した。武士たる者、いかに飢えようとも隠れて握り飯を食うなど、そのような真似をしてはならん。父上の許しが出るまでじっと耐えるのだ。それが武士というものだ。さらにそれだけではなかった。ばあやに対して、ばあや、かたじけない。ばあやのその気持ちだけで我らの腹は十分満たされた。と感謝の言葉も忘れなかった。時には厳しく、時には優しく、言葉で態度で自分を導いてくれた兄であった。源三は本当は酒を一滴も飲めなかった。それでも酒好きの兄に合わせ酒を飲むようになった。すべてはこの兄へのしぼゆえであった。兄ゆえ源三は武士としての誇りを捨てたわけではございませぬ。雪の中、源三は兄の屋敷の前に立った。明日の討ち入りで自分は死ぬかもしれぬ。その前に一目だけでも兄に会い別れを告げたかった。しかし不運であった。女中から告げられたのは、旦那様は不在という言葉だった。さようか、兄ゆえ悪すか、一目を愛したかったが。では姉上に取り次いでと頼もうとした。しかし奥様は持病の癪が起こりお会いできません。これまたつれない返事であった。酒に溺れたまに訪ねてくれば金の無心をする、そんな義理の弟など会いたくもなかったのである。源三はそれも無理はないことかと自分に言い聞かせた。源三はとっくりを差し出し、実は兄上におすすめしたい酒を持参したのだが不在では仕方ない。兄上の部屋に案内してくれ。そして兄上の羽織を持ってきてほしい。そう言って半ば強引に屋敷に上がり込んだ。女中は不審がりながらも主人の羽織を持ってきた。源三はその羽織を上座に丁寧にかけ、まるでそこに兄が座っているかのように居住まいを正した。兄上、源三でございます。本日はお別れのご挨拶に参りました。源三は誰もいない羽織に向かって語りかける。
私がこのように叫びたりとなり、落ちぶれ果てた姿をお見せし、さぞご心痛でございましたでしょう。姉上にも多大なご迷惑をおかけしました。しかし兄上、あの蔵の中で教えていただいた武士の誇り、この現像、一日たりとも忘れたことはございませぬ。現像は震える手で自身の杯と羽織の前の杯に酒を注いだ。兄上、これが今生の別れでございます。どうぞこの酒をお納めください。現像は自らの杯を煽ると、羽織の前の杯も飲み干した。涙をこらえ、笑顔を作って虚空の兄に酌をする。かつて無理をして飲んでいた酒。しかし今夜の酒は五臓六腑に染み渡る。熱く、そしてあまりにも切ない味がした。ひとしきりの身を得ると、現像はすっくと立ち上がった。帰り際、現像は女中に一言、こう言い残した。兄上が戻られたらお伝えくだされ。次は来年のお盆に参りますと。来年のお盆。それはもう生きて会うことはないという意味であった。降りしきる雪の中、決死の覚悟を秘めた男の背中はやがて白さの中に消えていった。翌日、江戸中がひっくり返るような大騒ぎとなっていた。赤穂浪士、吉良邸へ討ち入り、赤穂浪士たちの泉岳寺までの凱旋に江戸の町がお祭り騒ぎになっていた。現像の兄伊左衛門はその凱旋の中に弟がいるかどうか女中に確認に走らせた。いました、現像様がいらっしゃいました。それを聞いて伊左衛門の目から涙があふれ出した。現像、お前やはり武士であったか。羽織に残る昨夜の酒の匂い、それは弟が命を懸けて守り抜いた武士の誇りの香りであった。赤垣現像は兄の教えを胸に立派に義を貫いたのである。いかがでしたでしょうか。赤垣現像、とっくりの別れ。言葉ではなく行動で示した武士の覚悟。そしてたとえすれ違ってもつながっていた兄弟の深い絆。来年のお盆に帰るという約束通り、現像は兄のもとへ帰ったことでしょう。もしこの動画が良かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。